こんばんは、夏目さんちのげんです。変な挨拶をすることが日常になっていること自体がもはや謎のさやです。確かに。そして新メンバーのたくあんです、今日から新メンバーのたくあんが夏目さんちに加わってます。これね、なぜ俺たちの仲間にたくあんが加わってるのかは、ちょっとこの前のね、この概要欄にあるね、概要欄とかね、この世界観で言うべきじゃないのかもしれないけど、みぞらさんのチャンネルを見れば、その謎は解けるんですが、なんと我々絵を描かなきゃいけない部屋に閉じ込められております。現在進行形で。なんで拍手なの？拍手じゃないでしょ。確かにね。だって我々はさ、絵を描かないと生きて出れない部屋にいるのに拍手してるのがおかしいよね。ごめんね。嬉しいんだね。ということで、まだこの部屋から出れてないと。そう、引き続き我々は絵を描かないと出れない部屋に閉じ込められたままというわけで、依然閉じ込められてるので、もう絵を描いて脱出どうにかしていきたい。謎がねちゃんと伝わってんだけど、すごい怖い。どうしようか。じゃあ続きいくか。あー、びっくりした。なんだということで、夏目さんちを閉じ込めております松村です。よろしくお願いしますじゃないですよね。ここから後半戦ですが、出題の音が鳴ったということは元の部屋に何か変化が起きているかもしれません。そういうこと？なるほど。面白い。あ、そっかそっか。今度はこっちとかじゃないんだ。このまだ部屋は私たちの部屋なのね。ね。あ、出た。ミッション6、ここに出るんだ。謎を解いて4文字の答えを導け。だってここにあるよ。あるじゃん。一文字ずつ順番に読め。なるほど。靴の東、靴の西、靴の南、靴の北。素直だね。はいはいはい。じゃあとりあえず行ってみますか。じゃあこれを持ってね。バカ、お前一等航海士の経験がねえな。どういうこと？お前はこれを召喚した。しかし合ってたんじゃん。やっぱりコンパスが必要なタイミングが来るってことか。きたー。ちゃんと鉛筆挟むタイプだ。鉛筆も来てる。やったー。これで一回ちょっとさ、一等航海士が持ってるこのコンパスを持って今後の指針にしたいところもある。始まってすぐ松丸さんちょっと悔しい顔してすごいなんか謎ないですよ。勝ちたくあんダンスしないの。でもコンパス書けない。いい。まあログポーズとか書いてある。ちょっとワンピース読んでない人にもうちょっと優しい説明でお願いしたい。すみません、本当にさやさんログポーズまで読んでないんです、この人。いいよ、とりあえずなんかよくあるやつね。コンパスってわかる？コンパスって。コンパスってわかればいいんです。でこう。はい。ください。半分で分かれてる。おお、なんか来た。いいね。なんかすっごいおしゃれ。おしゃれなコンパスゲットしたよ。ね。よし、じゃあこれで解こう。さあ、まず見てビビちゃん。あ、待って。新メンバーもいる。本当だ。やだ、新メンバーもいるんじゃん。なんか知らんけどこれ手肉？手肉もあるぜ。スタンプがある。まあいいか。とりあえず1文字ずつ順番に読め。はい。ここの赤の足元の赤いやつを踏んだ状態で、東では、西、真上後ろ。はい。次が緑。緑の南、地。廃止。青の北。はい。あ、配信じゃない？配信だ。ライブストリーミング。ってことは、これをまたそこに提出すればいいのかな？ね。配信？ゴー。さあ、めっちゃ楽しいな。本当に楽しいこれ。よし。ミッション6クリア。イエーイ。そんなパチンするほどじゃなかったね。そんな苦しまなかったね。そうだよね。そうだよね。黒い足跡の裏を見て出てきた指示に従え。はい。黒い足跡の裏を見て問題が。でもね、そういうこと。正方形の紙をトレーに入れろ。カツサンド頼んでとりあえず腹をとりあえず飯食おうとするのやめよう。カブトムシ頼んだらカブトムシ来るのかな。ワンチャンアイコンのカブトムシが来る可能性もある。これメジャーはさ、野球漫画の方かな。そのパターンもあるのかな。メジャーの何巻からのとまたいやでも待って、定規があれば正方形は作れるってことでしょ。確かに。一旦でも待って、向こうのさ、向こうのメンツとさ、ちょっとさ相談しよう。でも待って、正方形の紙ってことはさ、これをでもさ、切るさ手段ないだよ。手で切ればいいじゃん。そういうなんかさ、でも定規があったら切れるよ。測れるし。ちょっと待って、定規もらおうぜ。正方形の。とりあえず定規もらおう。一旦もらおう。嘘。
これカブトムシでアイコが来る可能性もある。あるある。だからさっき言ったじゃん俺それ。なんでその雑なボケ2人でかぶってしかも拾わないの。自分で拾ってなかったボケ自分で言いやがったの。はず。一回定規出そうよ定規。待って定規かな。定規違う？一回定規を出せばいいんだって。お願いします。あ、いい定規。ほら。でさこれねここでこう折り目をつけるのがポイントなんですよ。こう折り目をつけるとこれ手でもね紙が切れるようになるんですね。ハサミがなくても。ねえアナログ。俺でも正方形の紙作っちゃったけど今。一回ね。ほらそうじゃん。ほぼ正方形じゃん。ほぼ正方形ではありますが、厳密に正方形ではありません。ほらそういうことだよ。まあそんな気はしてたよ。そう。カツサンドが本当に正方形で出てくる可能性もある。でも紙だからさ、正方形のカツサンド出てきてもさ、正方形のカツサンドだなってなるだけで。確かにな。いやでもやっぱりあっちの書いてあったリストは2つ以上の意味がある言葉が入ってたけど、こっちは入ってないんだよ。だからあっちに行くんですよ。こっちに来るんですね。はい。そして君はまだこれの謎を解いていないのではないですか。おー、頭良さそうなこと言うじゃん。頭良さそうなこと言う。ほぼ正方形じゃないんだね。そうだから自分で作る正方形じゃなくて、そういうことだね。最初から正方形があるんだ。そうもうどこだどこだ。いりますか。うわー。ちょっと待ってくださいね。悪魔のささやきが今。悪魔のささやき。これヒントもらった数だけ後で寿命を取られるタイプかもしれない。黒い。いいところまで行ってましたよ。あ、本当ですか？ってことはさやこれだ。正方形のものってなんだろう？逆に。わかった。え？わかった。俺わかった。わかった。あ、じゃあいいよさや。バラララララじゃない。何ベイマックス急に始まるの。わかった。そういうことだ。これだよ絶対。お、来た。本当に折ってた可能性がある。うわー、すごい。すごい絵通りに。かわいい。ちっちゃい鶴折れるってすごい。じゃじゃーん。正方形の紙。正方形の紙。ゲッチュー。折り紙です。トレーに入れるやつだよね。はい。お願いします。いたー。ミッション7クリアです。ありがとうございます。残るミッションは3つです。お、いいペースなんじゃないですか。いいペースなんじゃないですか。まだ。お、来た。指定の形、大きさのスタンプを押せ。インクが重なるようにスタンプを押すのは NG。答えを記入し、トレイに提出せよ。指定の形、あった。本当だ。すごいすごい。テープ分かっちゃったけど。すごいね。そういうことじゃないのかな。わかんない。間違えてたらさ、慰めて優しく抱きしめて。まあいいよ。落ち込んじゃうから。もしかしてお前三角定規を隠すつもりか。あ、そうそう。ちょっと待って。もしかして定規のタイミングってここだったの？そうだからこれは。これあれか。トギアップよ。そう。よし。じゃあ行きましょう。これ全然合ってなかったらさ。振り出し。振り出し。まあまあ一旦試してみよう。失敗は何でも必要。一回の失敗っていうのはやっぱり必要。お願いします。楽しいな。ずっとここにいたいな。本当？でもここにいればさ、例えば仕事の締め切りが来てもごめんなさいちょっと今謎が解けなくてって謎の部屋に閉じ込められてて仕事ができないんですって言えばどうにかなるのかな。じゃあしょうがない。優しい。お、なんか来た。侍。すごい。さやぴやるやん。さやぴやるやん。すごいねこれ。ってことはじゃあさっきのとこにあった主肉をこいつにつけてスタンプ押せばいいんだ。うまいこと押せばいいんだ。すごい。ちょっと早く解きすぎちゃったんじゃないの？このビフリ絶対必要だよな最後に。フリフリ。痛い目見るやつだね。よし。待って先に上のやつね。重ねとこうね。はい。お。でもこれはこうでしょ。こんな感じしません？
お願いします。さあどうだ。怖い。やったー、ナイス。ミッション8クリア。やったー。ありがとうございます。残るミッションはあと2つです。いや、いけるいけるいける。やったね。いいよ。すごい。かなりいいペースじゃないですかこれ。お。白い風船の中にあるクリアカードを取れに。さあ終わった。最後のライフはもうゼロです。どういうこと？安全ピンがありました。フィジカルじゃないこれだと思う。安全ピンでパーンって割った。いや待て、よく考えろ。白い風船がない。これでいいじゃん。白い風船はコストカット。そもそも待って、白い風船がない。白い風船がないんだよ。白い風船がない。残念でした。でも多分この辺にある色を全部加算レイヤーで重ねたら白くなりますよ。そうだよな、確かにこれを全部ね、そう加算すれば加算発光で真っ白になる。ふざけてないです。本当だよ。ちょっと待って、もう一回あっちになんか帰ろう。ないの、なんかピカーン。はい、何ですか。いやこれたくあんだから。何なの。何かが白い風船になる。さっきみたいに鶴が正方形の折り紙になるがあったから、だからバルーンから離れるべきだね。あ、そういうこと。はい。バルーンから。僕らはこの風船、これがミスディレクションだったってわけ。すごいなんかうざい感じになってきた。クリアカードが入った風船ははい。2つ目の部屋の中にあるはずです。なんだって。いろいろ試してみましょう。じゃあ全部割るか一旦。あ、中にいる？白風船が入ってる？でもパンパンするの嫌なんです私。なんかを試しに割ってみたらわかる？思ったよりでかい音でびっくりしたわ。でもこれを全部割っていくのはなんかこう絵面としてはやばいから、さすがにそんなのしらみつぶしの攻略法じゃないわけだね。う。もう思いついたことは片っ端からやっちゃいましょう。やみくもにやっていただいても大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ俺が一回パワープレイで全部割ってみる。じゃあ私は去るね。たくあんと一緒に去るわ。本当に俺全部割るんだこれ。頭おかしくなっちゃったみたいじゃん僕がなんか。あ、やばい、ちょっと待って、割ることに終始して中に何が入ってるかのとりみじんも考えてなかったわ。絶対これ答えじゃないんだよな。ゲンさん、はい。すべて風船割りましたか？まだいる？いいんだよ、引きを作んなくて。わざわざ引きを作らなくていいんだよ。すべて割りましたか？全部割ったけどな。まだ1個風船がある気がするんですけどね。風船が1個ある。風船が1個ある。待って。ひらめかせて。ちょっと待って。あった。あった。嘘。どこ？すごい。あったよ。安全ピン、絆創膏、メジャー召喚してさ。違う。シューって伸ばして絆創膏でつけた安全ピンをパーンって。そういうことか。書いてきなよ。とりあえず書いてくる。ちょっともうさ、今さ、風船が爆発した音でさ、心がさ、こういうメジャーがある。発想がさ、倍を離れる。よし、メジャーと絆創膏と安全ピン。はい。待ってください。お、待って、なんか来たよ。届いたよ。来ました。来た。ほら。本当だ、よかったじゃん。で、いや、あいつやべえことしようとしてるぞって言ったら止めが入るから。確かに。やってることマジでホラーゲームの主人公なんだけど。長い針ができたこれで。すごいピッチャー。脱出ゲームでよくあるやつじゃない。ほら。で、ゆっくり危ないからね。ゆっくり伸ばしていって。割れないと。硬くて割れないと。おい。ほら。ミッションクリア。きた。よし。ミッションクリア。どうだ。やった。すごい。ミッション9クリア。ありがとうございます。やった。ありがとうございます。では次が
最後のミッションです。出れる？これで出れるはず。解錠ボタン、召喚ボタン、判定ボタンをぴったり同時に手で押せ。じゃあゴムゴムのヒュンパチンっつって。じゃあまず解錠ボタン、召喚ボタン、判定ボタン。あ、待ってボタンだけさ、持ってっちゃえばいいんだよ。だけど解錠ボタンだけは相手欲しいから繋いどいて。あ、待ってたくあん忘れてる。これ帰る時のことも考えてたくあんも。確かに本当に帰られてここがね閉まって施錠される可能性があるからね。そうここでたくあんをこの部屋に置いていくことによってエンディング7になる可能性がある。たくあんとの別れっていうエンディングスチール回収しちゃうかもしれないから。危ないここに置いて、そうで、じゃあ全部同時に押せばいい。押せばいいと。じゃあせーのでいきますか。はい、せーのでん。誰かコードが繋がっていません。いやー、そういう判定ね。だよねやっぱりもうそれさ、なんか脳みそがもう待ってカブトムシさんに押してもらう。片方カブトムシさんが押したのを見計見計ららってってパーンって、今あいつ踏むぞパーンって。でもやっぱ持って帰らないといけないから確かに最後まで世話しないとできる覚悟がないと。その覚悟はないな。カブトムシはちょっとさやさん買えないな。どうすんの？なんかもうさ、なんかさ、判定バルとかない？ここでなんかこの部屋にさ、この部屋がもうなんかさ、もう見た目がすさんでるからさもう辛い。確かにこんなことする必要なかったのよね。悪魔やで。人間描いたら人間召喚できん？だからここにリストにないんだって。確かにね。もしかしたらこれがどうまく組み替えと、ね、松丸さんがここに来てくださって一緒にボタンを押してくれるっていう感動的なエンディング。これ光がこうやってすごいパーってすごい光が差してる扉こう3人で開けて。よく解けましたね。エンディングフィン。エンディング10。トゥルーエンド。待ってよ。絵描いて何も召喚してなくない？そうだから何かを召喚する。最後に何かを召喚しなきゃいけない。ちょっとさ、全員集合しよう。ほら。確かに、一体今何が召喚できるのかと。そうそう。これ今時間どうなってんだろうね。もう時間が分かんないや。そうだよ、俺たちもう時間が分かんねえよ、この部屋入ってから。3205ループ目か。何度やっても最後死んじまうんだ。でもさ、このさ白いさあれはさここに隠れてるだけかな。電卓が隠れてたよってだけかな。単語か。でさ、会場青赤黒のねえ待って、これさ、これ取れるの？あんま取らない方がいいタイプの取らない方がいいやつか。本当か？これもしかしてくっつけることによってさ、くっつくじゃんこれ。あ、くっついた。待って、これくっつくじゃん。くっついたら新しいものが召喚できる可能性ない？確かに。電卓。くっついた。くっついたけどね。でもコードがつながってないとダメってことは、ここにいなきゃいけないから。引きちぎることもできず。っていうか、3人いなきゃやっぱり同時に押せないんだよね。やっぱそうだ、やっぱ松丸さんをさ召喚しなきゃいけないんだよ。そういうことか。お前破壊の錬金術師で一体何を学んだの？つまぶ、よし。いけんじゃね？でもこれ白いとこにさ、こうさっきは電卓だったでしょ。つながってるもんね。そう、これつながってないんだよね。召喚リストの白い三角の先にあるものは召喚することができます。はい。なるほど。召喚リストの白い三角の先にあるもの。私はつは。いや、いつまでも待つなよ。考えろよ。考えろよ。これデザインつながってるの絶対これ関係あるようなないような。あ。分かった。おお。なんだ。自分分かっちゃいました。そう、最終版っぽいわ。やって。いいですか？いいよ。何が見えたって言うんだよ。待って。お前。行くよ。ちょっと似てないかも。なんで分かっちゃったの？的な。松丸さんやこれ。松丸さん。松丸さんや。はい。ちょっと。これでいこう。待って、どこを見よんだ？でもこれさ、出てきたら言いたい。確かにそういうことか。出てきて本当に合ってた。確かに人体錬成ができるかどうかって話。そうそう。まずそもそも召喚装置が。人体錬成は良くないものだって分かってる。分かってるんですけど、我々が出るにはこの方が必要なんです。そういうことか。ちょっと行ってみるわ。お願いします。ドキドキしてきた。
いくよ。じゃあ召喚お願いします。おドキドキする。ドキドキするよ。こちょこちょしよう。なんでさでもなんか僕もなんかほんのりはあるんだけど今さやほど今明確にこれだってなってないんだよな。いやでもゲンさんのおかげ。これ協力プレイだよ多分。そうなんだ。うまくいけば。これうまくいってなかったら。うまくいってなかったら全カットしよう。全カットしよう。そうだ。動画にはそういう魔法がある。そう一番の魔法はインクじゃない。マジックインクじゃない。マジックカット。マジックカット。なるほどね。おいくよ。いくよ。はい。せーの。来たけど違うらしいぞ。違うわ。違う。嘘。違うんかい。アクスタ。すごいアクスタ可愛い。可愛いアクスタ。すごい可愛いアクスタ出てきたけど。違うかった。違うか。でもね違うの見て。何だと思ったの？こうなるじゃん。ここに三角があるんですよ。安全ピンの全の。本当だ。でこう合わせて松丸なんですよ。すごいね。そう。でもすごいね。多分違かったみたい。でもさこれが出せる理由は？確かに。でもこれは正しいのかも。ね。今は松丸の小さいものが召喚できたみたいですね。あ、そうなんです。小松丸様が。小松丸さんが。ってことは等身大松丸さんが。そっか、ちっちゃかったからだ。書いたのがちっちゃ。そんなことある？いやこれでもこれ消すのは無理だよな。こんな可愛いやつ。ねえ。裏にペンが。うわ裏にペンが。当たってた。しかも参考資料までいただきましたよ。これをこうしてペンがあるので、はいあるのでちゃんと最後にお絵かきができるようになってる。セベ脳汁すごい。すごいドバドバ出てる。ちょっじゃあどう書く？ずっと書いてるから。あ、そうして。マジ？これで出てきたらちょっと熱すぎないですか？まさかそんな。これでクソでっかい松丸さんの等身大パネル出てきたらめっちゃおもろい。これは希望が見えてきたぞ。見えてきた。ちょっと一回見てみよう。ちょっと遠くから見ないと。よし。はい。もうちょっとバランスを取りたいところではあるが、取ってる場合ではない。いい感じ。ね、じゃあ行きますか。召喚装置入るのかこれ？入れるしかね。入れるか。よし。じゃあこれ入れていきましょう。入れよう。よいしょ。お願いします。入った。うわ入ってこない。倒れる。ドキドキする。本当かな。じゃあ、この等身大の松丸さんパネル仮みたいなのを作りました。周りにはちょっとこの付属品は無視してください。はい、無視してください。いらないので。じゃあ行きますか。これで本当に人体錬成が成功してしまう。人がいなけりゃ作るまでよ。許されるんかこれ。やばいドキドキする。体がうわ松丸さんの家で松丸さんじゃなかったらどうしよう。どうしよう。コポンっていうそこに。いやもう耐えられないよ俺はその罪には。その罪には。なんか音がした。何？行きますか？行きましょう。行きます。はい。せーの。うわなんか急に飛ばされた。うわありがとうございます。よかった。いらっしゃいませ。召喚成功です。今日から3人で仲良く暮らしましょう。ここで脱出しました。ちょうど良いたくあんがあるんですよ。たくあんがある。3人来てもね。ずっと外に聞こえてたんですけど、たくあんが仲間になった。なってますもう我々の。もう仲間になってる。もう出口で待ってますよ。じゃあ行きますか。はい。じゃあしたら同時に押して出ますかこの部屋から。でも同時に誰が押すかわからないよ。裏切るかもしれない。まあ確かにこの中で多分もしかしたらずっとここにいたいって思う人が一人でもいたら。出れないんだ。でも多分今動画見てくださってる皆さんは早く押して出ろって思ってる。じゃあ押しましょう。押しましょう。じゃあ行きます。僕はあっち行きますわ。お願いします。お願いします。よし。ここを閉めてお願いします。じゃあせーので行きますか。はい。着きましたさや。着きました。行きます。はい。せーの。はい。あ！やったー！
めでとう。やったよ。君が最初のえ犠牲者だよ。いいんでどんでん返ししなくていいから出ろよもう。なんで閉じたんだよ。やったー、出たー、やったー、たくあん連れて帰ってこれたよ。よかった、みんなで帰ってこれて、みんなで、見事たくあんとともに脱出成功です。ありがとうございます。いや、めっちゃ面白かった。いや見てる方もめちゃくちゃ面本当白かった。ですか。すみません、なんかテンポ悪くて。いや全然。ね、ずっとねスタッフ同士でここで通話をしてるんですけど、はい裏で棒状のたくあん、棒状のたくあん。切るかもしれない。裏でどっち。いけるんですね、それね、いけるようになってんだ。いろんなので対応して。うわー、すごい。ね、いやすごい言葉が出ないぐらいすごかったです。楽しんでいただけました？こんな楽しいことなかった。本当に。なんか純粋にこうなんていうんですか、この撮影をここまで真剣に楽しむっていうレベルでのめり込んだの初めてかもです。なんかもうびっくりしちゃいました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。脱出ゲームって楽しいんですね。めちゃめちゃ楽しかった。ハイクオリティすぎてね、たくあんまで連れて帰ってきちゃうしね。たくあんは差し上げます。ありがとうございます。まあでもさすがにこっちのさやが握りすぎてる。もみくちゃにしすぎたんで、ちょっともらうしかない。ちょっと誰かに食べさせるのはちょっとあまりに不憫。いろいろ分岐もありまして、はい。漫画を描くときにちっちゃく描いた場合、ちょっとサイズが違うパターンがありまして、ちっちゃくイラストで描かれた場合はこちらがあ、ちいこい。ちっちゃ。かわいい。かわいい。豆本みたいな。あーで中が読めないと。読めなくなっちゃうっていう。なるほど。誰が豆粒とちびか。っていうことになった可能性がある。その一ネタできた可能性があるっていう。確かに。ビビりました。ワンピース見ないでセリフを当てる。ちょっとワンピース好きだったからなんかヘルメットだなとなってしまって。なんか他にもいろいろあったんですよ。ボタンをね、ちっちゃく書いた場合はこちらが。かわいい。ミニサイズの可能性が。かわいい。なるほどね、カブトムシも本当にいたんだ。いたんだ、よかった、描かなくて。カブトムシ描くとこちらが。すごいちっちゃいバージョンのカブトムシもいるわ。すごいちゃんと鶴もね。可愛い鶴。これ折り紙描かないとこのすごい紙粘土鶴が。可愛い。でもだからこの分岐をだから使わないやつもあったんだね。ね。そうです。ありがとうございます。すごいですね。なんかもうどういう順序で考えてるんだろうってなんか思っちゃうぐらい。やっぱイラストを描いて脱出してほしいっていうところがあったんで、今回みんながね、リゾラのチームのメンバーたちが作ってるんですけど、最終的には松丸を描いてもらおうと。これ僕最後知らなくてもともと。だからその聞いて、僕のイラストを描いてもらっていいんですかって。合法的にゲームの手で描かせるって。普通だったらね、お金が発生する。いやもう。ちょっと見ていいですか。はい。あ、全然。ちょっとごめんなさい、ちょっとすごい急いで書いちゃったんで。ね。なんともなんですけど。ででー。うわー。すげえ。ほぼ等身大の。身長がほぼ一緒ぐらいかもしれない。もしかしたら。すごくないこれ。順番が完璧だった。ちっちゃい松丸さん書いたらアクスタ出てきたのも。ちっちゃい松丸さんどこやった？松丸さん？ちっちゃい僕どこ？すいません。たくあんを連れてきたのに松丸さん持ってくる。ちょっとね、ちゃんと資料までいただいた上で書けるっていうなんかすごい。よかったね。でも逆にね、最初ちっちゃく書いてあげたからちゃんと松丸さんを書けたね。確かに。ね。はい、ということで楽しかった。絵を描かないと脱出できないからの脱出でした。ありがとうございます。楽しかった。感動、超楽しかった。そのお二人に謎解きを今後も楽しんでほしいなと思いまして、そちらにリゾラの謎解きグッズというのがあるので、よかったら二人でお家で遊んでいただくためにプレゼントをさせていただけたら。ありがとうございます。ぜひぜひ。プレゼントいいんですか？そんな。はい。これせっかくなんでもいいんですか？もしよかったらイラストっぽさでいくとめっちゃ難しいんですけど、絶対勝利ゼッカチ君っていう。ゼッカチ君。はい。でこれが絵を描いてるとかそこにいるリゾラの定型君という。はい。はい。今回のすごい。この夏美さんち。これをもしかして。はい。
ありがとうございます。なんとめちゃめちゃ可愛くて、めっちゃ可愛いです。すっごい嬉しかったありがです。とうございます。こちらをぜひプレゼントしますので、ありがとうござい見ます。てください、2人で。ぜひやらせていただきます。はい、見てください。ありがとうございました。本当ありがとうございます。ということで、ちょっとこの後なんですけど、こんなに楽しい謎を次々生み出してるチームなわけじゃないですか、リドラさん、そして松丸さんも。なのでちょっと今回夏目さん家の方でプロフェッショナルにインタビューっていうコーナーをいつもやっておりまして、今回謎解きクリエイターというか謎のプロとしての松丸さんにインタビューをぜひさせていただければと思うんですけど、いいですか？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとこの後もぜひ皆さん引き続きご覧ください。どうぞ。これじゃないでしょ、絶対こっちでしょ。はい、ということでただいまより、ただいまよりとか言うとなんかまたなんかねゲームが始まる感じになるんですけど、これあれですか、僕が就活を受けに来たみたいな状態になってますけど、確かにこんな感じすごいね、このなんか面接みたいになっちゃってるんですけど、夏目さん家に入れるかどうかがこれで決まるっていう。入っていただけ。いやちょっとよくわかんなくなっちゃう。はい、ということで今回プロフェッショナルにインタビュー謎解きクリエイター編。お願いします。お願いします。お願いします。改めまして松丸亮吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松丸亮吾です。じゃあまず簡単にちょっと自己紹介もう一度いただいてもいいですか？謎解きクリエイターを職業にしております。謎解き制作会社のリドラという会社の代表取締役をしながら、テレビだったり、タレントとしても活動していたり、あとは個人のクリエイター業もやっている。結構何でも屋さんというか、いろいろ謎解きの仕事を多岐にわたってやってるっていう感じですね。すごいですよね。だからもうその謎解きを仕事にするっていうのがもう結構新しい概念ですよね。いやかなり最初はもう苦しかったですね。やっぱ謎解きっていうものが今は全国的にね至る所で開催されてたりするんですけど、僕が会社を立ち上げた時はもう謎解きって言っても全然通じなくて、そこからだったんで、そうですよね。はい、今広まってくれてすごい嬉しいなって思いますね。いやでもやっぱその第一人者というかその広めた功労者みたいなところもあると思ってて、今日はそんなところで謎界隈についての謎界隈の謎をちょっと皆さんにそうですね。ちょっと解き明かしていく感じで聞ければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとうちの視聴者さんに謎解きクリエイター、謎のプロに何でも聞けるよって言ったら何が聞きたいっていうのをちょっと募集してたんですよ、事前に。ちょっとそれをちょっとベースにお聞きしていければと思います。はい、わかりました。はい。でも本当に謎解きクリエイターになったきっかけっていうのはまずお伺いできればっていうのが質問結構いただいていて。そうですね。僕の場合は小さい時にテレビ番組で IQ サプリっていう懐かしい番組がありまして、昔は問題解けなかった人がトゲトゲのボールを投げて、番組の最後にMC の頭にトゲトゲのボールが降り注いで終わるっていう。ありましたね。なんかそれで頭を刺激してみたいな話ありましたよね。そう、あれがね当時ハマってて、僕が男4人兄弟の末っ子なんですよ。で一番上がメンタリスト大悟っていう、ちょっと過激な兄がいてでその4番目でね生まれてるんで、結構やっぱ男4人だと喧嘩がすごくって、ちっちゃい時それこそゲーム僕も超ハマってたんですけど、それこそポケモンで対戦したら育成を完璧に仕上げてきたお兄ちゃんとまだ始めたての僕で対戦したら勝てるわけなくて、なんか峰打ちでナメプされたりとか1残されて1残してでもそれでも勝てないみたいなずっとやってて、だからもうお兄ちゃんに勝てない日々がずっと続いた時に IQ サプリを家族みんなで見てて IQ120 相当東大生レベルの問題ですみたいな出てきますよね、問題の時。そう出てきて、それを家族で一番最初に僕が解けて、だから僕天才かもって思って。なるほど。原体験があったんですね。原体験でもあれが僕の兄弟の中の一番最初の成功体験。お兄ちゃんに勝った、謎解きで勝ったっていう。なるほど。いつも負けてたけどって。そうなんです。これだけは勝てるぞ。そう、謎解きだったら僕は天性の才能があるのかもって思って、でそっから謎解きにはまって小3で図書館でなんか謎解きってつく本を片っ端から借りて、小4の時もう読む本がなくなっちゃって問題がなくなっちゃって、でそこでずっとお兄ちゃんに出してたんですよ。本から問題見てお兄ちゃんに出して解けないでしょとかやってたんですけど、ちょうどそのタイミングでお兄ちゃんに「でもこれ亮吾が作った問題じゃないでしょ」みたいに言われて、もうカチーンときますって「お前が作った問題じゃないのにそんなドヤ顔すんな」って言われてもうカチーンときまして。
でその瞬間ですね、謎解きクリエイターの始まりは。わあ。でもその概念も本当にない時代からやっぱもう謎を作るっていうのをやろうっていう、もうスイッチが入っちゃったっていう。感情が伴ってるからすごい理解しやすいですね。そうなんですよ。もう悔しさをバネにクリエイティブに変えて、なるほど。そうお兄ちゃんをギャフンと言わせる問題を作ろうって。で最初はもう難しければいいって言って難しい問題作ってたんですけど、お兄ちゃんから納得できないって言われて、だから難しさと納得度っていうののこう需要供給みたいな。すごい。その頃からそれ考えるってもうとんでもないですね。いやそれでもバランス感覚というか、フィードバックをちゃんとくれる兄だったから、ここが納得できないとか、ここが面白くないっていうのを教えてくれて、でそれでちょっとずつこうチューニングされてって、今みたいにまあいろんなところで出せるぐらい、まあちゃんと納得できる問題が作れるようになったかなっていう。なんかもう謎解きクリエイターのビギンズにはもうぴったりみたいなものがそうなんですよ。スタートですね。ある意味いい環境だったってことですよね。いい環境でしたね。男4人だったのも良かったですね。やっぱみんな負けず嫌いになるから。それ漫画の主人公みたいですね。すごい。いや第1話でしたね。第1話。本当に大悟と僕の関係性、北斗の拳みたいな関係性なんで、やっぱ勝てないって、ラオウには勝てないって言って。ありがとうございます。じゃあこの流れでやっぱこの謎解きクリエイターになったきっかけっていうのがあったんですけど、このどこまで聞けるかわからないんですけども、そもそも謎解きでお金は稼げるのかとか、そのあたりを知りたいですっていうのが結構ストレートな質問でやっぱあって、どんなビジネスの流れとかで今謎解きって動いてるんだろうっていうのってシンプルに僕も気になったんですよね。普段あんまりやっぱ子供番組とかが多いので、お金について話すことほぼないんですけど、エンタメですもんね。そう謎解きっていうのはもう。でもだからこそ嬉しいです、この質問は。よかったです。やっぱこう商業として成り立つってことは、そこにこうお金を出したいと思う人と、その分面白いものを作れる人っていうのがいなきゃいけないんですけど、多分皆さんがテレビで見たような謎解きの問題って本当に謎解きの界隈の入り口の入り口。誰でも解けるぐらいの。そうです。だから全国にいろんな美味しいラーメン屋さんがある中で、インスタントラーメンを食べて、これでもう十分じゃないかって言っちゃうのとちょっと似てるかなっていう。なるほど、本当にその処方の処方ぐらいの処方の処方です。味わってるんですね。もともと今夜は謎トレっていう番組で謎解きを出し始めたんですけど、その時って世の中はなんか謎解きというゲームは1時間部屋でずっと閉じ込められて、60分考え抜いてクリアするか失敗するかっていう結構コアな遊びだったんですよね。でそれをもっともっとライトに遊んでほしいと思って、一問に面白さを凝縮してインスタントに楽しめるものを作ろうっていうのでできたのが謎トレなんですね。なんであれだけ見るとこれでお金儲けできるのって思うと思うし、実は1枚の問題では確かにそんなにお金にはならないです。あくまでもこうサクッと楽しめる、サクッと楽しめるってことは、そんなにお金も払われないっていう部分があるんですけど、そこを入り口にこうハマってってもらって、リドラのこういうイベントスペースに遊びに来ると、今日2人が遊んでくださったような、ああいう謎解きの体験が待ってるんです。なるほど。謎解きは本当はそう60分とか1時間ぐらいかけて、本当に伏線回収があったりとか、最後とんでもない発想で、うわホワイトボードにでかい松丸書けばいいんだみたいな。そうあの体験ってやっぱり味わわないと気持ちよさわからないというか、そうなんか見てるだけじゃなくて、その場にいて自分から行動して気づく楽しさっていう。多分誰でもひらめきがあれば名探偵になれるんですよ。こういうのをイベントとして他のゲームとか他の体験では味わえないことを謎解きでみんなが主人公になれる、みんなが名探偵になれる、そんな場所を作ろうっていうのが、うちのメインですかね。それでできたのがこのリドラの謎解きスタジオっていうことですね。そうなんです。もともとこういう施設持つのちょっと怖くて、やっぱ固定費もかかるし、初期投資もすごいかかるんで、会社の通帳の桁が1個吹き飛びまして、この場所を作ったことで、ぐらいお金かかったんですけど、やっぱそれができるぐらいいけるなって思って、全国でいろんな謎解きを開催しても全国の人が集まって解いてくれて、今リドラはクリエイターが15人ぐらいいるんですけど、みんなの給与が問題なく出せるぐらいにはちゃんと稼げてるというか、お金になってますね。やっぱメインはそういうところをこうイベントの企業としてビジネスとして成り立たせていくのが一番メインなんですか、主軸としては。そうですね。やっぱりこうイベントを開催してチケット代があったりして、ご来場いただいて楽しんでもらうっていうのが、一番分かりやすい部分ではあるんですけど、あともう一つあるのが、リドラは特に PR 系に強くて、この間も栄光ゼミナールさんと謎解きで地頭力を診断っていうのを作ったんですね。
謎解きを解いていく中で、自分の苦手な思考と得意な思考が分かるっていうのをやったんですけど、これもリリースされてすぐに日本のトレンドの1位に。見ました。見ました。はい、入ってましたよね。入ってました。あれ僕たちが作ってます。はい。いろんなところに謎を作るっていうことで企業のプロモーションも担うことができるってことですね。そうですね。やっぱ謎解きって楽しそう、やってみたいって思う人がすごく多いので、企業が伝えたいこと、プロモーションしたいことを謎解きをきっかけにこうたどり着いてもらうとか。やっぱ商品紹介とかとすごく相性がいいので、プロモーションをもっと面白くっていうのもリドラの得意分野の一つですね。やってて嬉しいのが、この始まる前って心配な人が多いんですよ。解けるかなとかできるかなって。でもなんかひらめくとあれ意外とできるかもとか、思いついた人たち同士でこうハイタッチしたくなるような体験が僕すごく好きで。あまり日常で生きててハイタッチって大人になってしないじゃないですか。そうですね、確かに。特になんか親子で謎解き結構来られる方多いんですけど、子供がひらめいた時に親が「あんたすごいじゃない!」みたいな見ていいなと思って、やっぱどうしても親と子って親御さんは育ててあげなきゃで、お子さんはなんかこう育ててもらうみたいなのが結構関係として対等じゃないことが多かったりするじゃないですか。だけど謎解きをしてる時の親子って本当に関係が対等で、だから親子がそれぞれ考えてひらめいてお互いに「うちのママってすごい」とか「うちの子天才かも」みたいになってるのって謎解き以外だとほとんどないんじゃないかな。確かにそう言われるともう素晴らしいコミュニケーションツールみたいな場所にもなってるみたいなところですね。だからやっぱ謎解き通じて親子がコミュニケーションを図ったり、恋人同士で和気あいあいしてたりとか見るといいなって思うし、作るとやっぱ自分で遊べないから、一番こう謎解きクリエイターのジレンマは思いついて作ったものを自分が遊べないから、解いてる人を見ていいなってこれ味わいたかったな、僕も解いてみたかったなって記憶消したくなるんですよクリエイターみんな。それは確かにありがとうございます。ありがとうございます。でそんな謎解きなんですけど、その回答時に考え方がわからないっていう方も結構いらっしゃって、謎解きをするコツのようなものはありますかとか、残り5分とか言われて焦るとどうしようもなくなるっていうのがやっぱ多いっていう質問もいただいてて、そういう時に謎解きの思考の仕方とかっていうどういうふうに考えてたらいいのかっていうのを聞きたいっていう方がそうですね。そもそもなんか頭が柔らかい、硬いっていうじゃないですか。あれってこう物理的に硬い柔らかいではなくって、自分の思考をいかに捨てられるかっていう先入観とこだったりするので、前提をなんか疑ってみる。例えば途中風船が見つからなかったところがあったじゃないですか。その白い風船の中って言ってて白い風船がないってなったらいろんな可能性があるんですよね。例えばこの部屋にないんじゃないかとか、あるけど見えない場所にあるんじゃないかとか、でそういうのいろいろ仮説をどんどん言っていくとどっかで当たる。でやっぱ凝り固まってる人ほど1個の考えに結構固執しちゃって、召喚リストずっと見ちゃうとか、1つ目の部屋ずっと行っちゃうとかもあったりするんで、もうひたすらいろんなこと試す。で結構謎解きを僕は競技的にもやってて、実は謎解きの世界大会にリドラのチームで行ったんですけど、そこの時気をつけてたのは他の人がやってることはやらないっていう。で他の人がこう考えてるってなったら OK じゃあそれは任せた、僕は別の方向を考えるっていうのが早く解くコツ。じゃあもうその一緒に行ってる人と別のことをそれぞれがするのがやっぱ一番早いってことですね。そう、非協力的に見えるかもしれないけど、実はそれがチームとしては一番協力的というか、あとはあれですね、謎解きに関してはやっぱりこうやればやるほど自分の思考の切り方とか切り替え方が分かるようになってくるんですよね。だから慣れてるプレイヤーほど最初からこうね、きっかけがあるんじゃないかってかかるから、初心者ほど解けるけど上級者ほど解けないとかありそうですもんね。ありますね。ありますあります。やっぱ謎解きってそう考えると敷居が高そうに見えるけど、上級者と初心者が行っても意外と楽しめるっていう可能性はあるんですよね。はい。あと結構うちの謎解きの場合は、最後まで全部クリアするというよりはなんか自分がどこまでいけたかとか、そのひらめいたことを楽しんでほしいっていうコンセプトで作ってたりするので、そういう意味でもやっぱ初心者の人が来て、純粋に体験として楽しかったって帰ることが多いですね。素晴らしい。まずは遊んでみてほしいですね。初めてをねここで体験できたらなんかもっとのめり込んでたのかもしれないって思うぐらい。なんかね聞きました。いやそうなんですよ。ちょっと強い人とねチーム強い人とそうなんです。結構常連さんとかはもう深いところまでやってるじゃないですか。っていう方と一緒になってしまったので、考える楽しさっていうのが体験できないまま終わって、
ここまで来ちゃったんですよ。謎解きって難しそうだなってイメージが、やっぱ容易に踏み入れちゃいけないのかもなっていう気持ちがあったんですよ。そんな深淵じゃないですよ、謎解きは。でも今回で本当にその誤解というか変な思い込みがそれこそ凝り固まったのがなくなったっていうのが一番嬉しくて。いや、良かったです。そうだから皆さんも本当にそういう思ってる方はちょっと騙されたと思って、ぜひ一回やってみてほしいですね。騙されに来てほしいですね。確かにで騙されに来るっていう。実際騙される。じゃあちょっとお次の質問させていただきます。今回答時っていうところだったんですけど、今度その作問について聞きたい方もいらっしゃって、謎解きを作られてる方っていうのはどういう瞬間に謎を思いつくんでしょうとか、あとはそのまたどんなことをインプットとしてやってるのか知りたいです。そうですね。なんか僕自身も結構アニメとか漫画でやっぱ好きなのが、伏線回収が鮮やかなものだったり、どんでん返しが納得できるものとかがすごく好きで、例えばなんかゲーム性っていう部分で言うと、やっぱ好きな漫画アニメで言うとライアーゲームとか、あとはカイジとか、あとは今和の国のアリスとか、ああいう作戦がルールに対してちゃんとパチッてはまって、うわこれ必勝法だみたいなのがちゃんと鮮やかに決まるもので、今回もこのミッションの形のゲームはやっぱそういうルールの穴だったりとか、一番鮮やかな盲点、どこが一番人間が気づきづらいかみたいなところから設計することが多いですね。で今回僕は問題は作ってなくて、今回リザルの会社のメンバーの子たちが作ってるんですけど、作り方としては例えば白い風船の中って言われて、普通に白い風船があったら面白くないから、じゃあどこにこの白い風船があったら一番納得できるか。風船っていうのはやっぱ浮くものもあるから、高いところにあっても不自然じゃない。ああ確かに。で高いところに赤い風船があると視界にすぐ入っちゃうから、カモフラージュするために白くなきゃいけないよねとか、気づいた時が一番気持ちよくなるように他の場所をこう削ぎ落としていって、無駄な情報を消して気づくための動線を作るみたいな。でも一番最後に何をさせたいかとかもよく考えますね。今回の場合だったら、その書いたものが現実に現れる、だったら一番最後に何を書いたら、何を具現化させたら面白いか。で最後までずっと市販で買えるようなものばっかり出てきても面白くないから、じゃあ最後はなんか買えないユニークなものが、しかもめちゃくちゃでかいものが出てきたら面白いよねっていうところで、おそらくメンバーの子は、じゃあ僕を召喚させようっていうところに行き着いたんじゃないかなと。まさにその通りです。まさにもう一番気持ちいい瞬間でしたね。しかも途中でなんか私がなんかボケみたいな感じで、ボケで人体連成とか言って、そこでさ、なんとかさ、3人で出れたら超感動のエンディングじゃないとかって言ってたのが本当になっちゃって、なんかやっぱりラストを一番面白くするために、一番最後の気持ちよさを高めるためにいろんなカモフラージュをして、最後全部全ての情報が1個にまとまって、だからでかいボードあったんだとか。そう、あれがね本当に感動して、すごかった。なんかそうっていう映画僕大好きなんですよ。ああはい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 。最初から答えはその部屋の中にあったんだっていうやつ、めっちゃ好きなんですよ。いやもうリアクション良すぎてスタッフみんなにコリコリした。もうにっこり。ありがとうございましたね。すごい気持ちが良かった。でちょっとその作問に関してでもう一個来てて、旦那さんへのクリスマスプレゼントで自分で謎解きを作ってみたことがあるんですが、簡単すぎるとすぐ終わり、難しすぎると全く進まず、難易度設定の難しさに直面しました。どうやって難易度調整をしていますかっていう、もちろんその最初に話してらっしゃったね、そのお兄ちゃんたちにこうフィードバックをいただいてっていう、バランスを考えてたっていうお話があったんですけど、難易度調整ってどういう考え方でやってるの？基本的にはやっぱ実験が大事で、問題を作った時にいろんな人に見せて、うちの会社の場合はもう誰かが作った問題は基本的にもうその場にいた人みんな見て、これ解けるとか言ってタイム測ったり正答率を確認したり、で悪い場合は簡単にするし、で簡単な場合はちょっと情報を削ぎ落としてまた解けるか実験してみたいなことを繰り返してますね。周りの人にやっぱり確認をしてバランスを取っていくってことですよね。そうですそうです。謎解きの用語だとデバッグって言って、問題のデバッグを誰かにお願いする、ゲームみたいな。そうですね、ゲームのデバッグから来てるんですけど、そんな感じで一個一個修正していきますね。例えば赤っていう風なベージュをしたいのに、赤い絵の具出したら絵の具って言われちゃったりするんですよ。なんでたくさん絵の具を並べた中の赤のところに矢印を引くとすると、この色にフォーカスしてるから赤だって思ってくれたりとか。でもその説明もすごいですね。難しいところですよね。人によって感じ方が違うから、なるべくこう8割9割の人がそういう思考をするように正しく誘導しないとってことですよね。そうですそうです。
あとなんかイベントでもそうなんですけど、基本ヒントがあるので、その前に解いてる人がいるんだったら、何で困ってますかとか、今どう考えてるとか聞くことで、思考の脱線を元に戻してあげるというか、かといって進めてるわけじゃないんですよね。その勝手に思考を進めてるわけじゃなくて、それは間違ってるよって言って選択肢を狭めてってるっていう。でこういうヒント出したら大事ですね。どうヒントを出すのかまで一緒に考えたら、脱線というかね、誘導の方法とかまでね考えられたらきっといいんでしょうね。あとちょっと謎解きでもありつつ雑多な質問もいただいてるんで、そういうのもお伺いしてもいいですか。周りに謎解き好きの友人がおらず、グループ謎解きや謎解き施設に行く勇気が出ません。謎解きを一緒に楽しむ友人をどうやったら見つけられますか。いやこれね、これ結構なんか多いみたいで。そうですね。でも今回お二人にも謎解きのグッズ、リゾラの謎解きグッズをお渡ししたと思うんですけど、あれが入り口としては一番よくて、やっぱ制限時間がない、家でじっくり遊ぶことできるんで、謎解きグッズ買ってもらって一緒にやらないって言ってそれで一回遊ぶ。でものによってはやっぱリモートで遊んだりすることができるものもあるので、そういうのでまずは解いてみる。制限時間なしで、そうすると謎解きってこういうもんかって分かるので、じゃあ今度は制限時間ついてるやつに遊びに行くって感じで段階を踏ませるといいと思いますね。一回友達って巻き込んで導入からやって、でその後じゃあ2回目の約束を。そうですね。なるほど。それが一番いいかなと思います。やっぱ謎解きのイベントって60分とかの制限時間で結構あっという間に終わっちゃうし、解けないとやっぱり自分の力不足を結構感じやすい。レベルがまだ上がりきってないのにラスボスの城来ちゃったみたいな負けイベみたいになっちゃうのがすごくもったいないので、イベントはちょっとこう謎解き練習してからでもいいかもしれないです。だからグッズとか買ってなんとなくこうひらめく回路を自分の中で発見してもらって、そこからイベント行くっていうのがおすすめですね。ありがとうございます。じゃあこれね関連してなんですけど、謎解き初心者でも楽しめるジャンルを知りたいですっていうのは、今もちろんおっしゃった通りのそのボードでねできるようなものだったりするんだと思うんですけど、何かありますか。そうですね。初心者向けというか、僕たちイベント打ってて初めて見る顔だなみたいな、それこそこう僕らの YouTube を見て来てくれたファンの人たちがめちゃくちゃ謎解き解くのが早くてびっくりしたんですよ。でなんでかって考えたら、なんか初心者の人が一番こう解いてる解き方とか回路を見つけられるのが、僕らの動画で出てきた問題を見てるうちになんか解けるようになったらしくて。なるほど。じゃあその考え方を自然に動画で見ちゃった。そうで見てるうちに僕らよりも早く解けるようになりましたみたいな人もいたりとかして、だからやっぱ初心者が入りやすいのはこういう動画とか確かにがいいかもしれないですね。考え方をこうインストールしておくみたいな。そうですそうです。リゾラさんのチャンネルをぜひ概要欄にあるのでぜひぜひ。全く同じ問題が出ることってほぼないんですけど、例えば50音順とかそういうなんか謎解きでよく出てくる知識とかはあったりするので、それをやっぱこういろいろ試す引き出しが空いてれば空いてるほど早くひらめいたりすることはありますね。ただそれはなんか解いたから解けるっていうよりは、そういう候補が自分の中でたくさん出てきやすくなる、ブレストに強くなったみたいな感じですね。ブレストに強くなるってめっちゃいいですね。ブレスト強くなりますね。やっぱ謎解きやってる人とか謎解き得意な人とのディスカッションは楽しいですね。そもそもの日常的なこう引き出しも飽きやすくなるっていう可能性ありますよね。飽きやすくなると思います。固定観念にとらわれにくくなるし、前提を疑ってちょっと面白く言ったりすることもあって、それこそ謎解き作っててもそもそもこれ否定したら面白くないとかやったりします。前提があって、確かにぜひ動画を見ましょう皆さん。まずはちょっとごめんなさいが宣伝みたいな。いやもうめちゃめちゃ面白い動画なので本当に見てください。ありがとうございます。私めっちゃ気になる質問があった。あるんですか。デスゲームを始める気は起きましたかっていう、すごいもう起こす前提の方が質問を聞いてる。でもデスゲーム主催者にはちょっと憧れますね。今回もでも結局のところ松丸さんに倫理観があっただけなんですよね。だからあそこに僕たちが鎖に繋がれて隣から電の子が迫ってきたらそれはデスゲームです。それデスゲームになってますね。なってますよね。あと間違った風船やったら毒ガス出るみたいなね。いやそうですよね。とかやったらもう。なかったね。松丸さんがいい人よかった。いや本当すやばいっすよ。ヤフーニュースになっちゃう。どこどこついてきてもうね。いやでもやっぱデスゲームああいうのが流行ったりするのってやっぱこうエンタメとして面白いからじゃないですか。結構似てるんですよね。なんか仕掛けて解かせてその様を見るみたいなのは謎解き作ってる側も近いので、デスゲームがモチーフの謎解きイベントとか作ったことありますし。そうなんですね。デスするわけにいかないからね。仮の追体験というかね、そういうのもあるんですね。最後すごいなんかインタビューの最後にふさわしいみたいな質問いただいてて、生まれ変わっても謎解きをしたいですかっていう。
生まれ変わっても謎解きをしたいですか。そうですね。いや、謎解き以外やってる自分があんま想像できないかもしれないですね。本当に20年30年経っても謎解きってなくならないと思ってて、世の中発明とかひらめきって本当に紹介しきれないぐらい今世の中あるじゃないですか。なんか結構こういう発明品ができる時のアイデアに謎解きの一番最後の大謎って似てて、こういうのってやっぱ面白いから、ミステリーとかサスペンスがなくならないように謎解きもきっとなくならないと思うんで、確かに、生まれ変わっても謎解きはきっとあると思うから作っちゃうんじゃないかなと思いますね。ありがとうございまありがとうございす。ます素敵な言葉をね、ありがとうございます。逆に生まれ変わっても絵を描きますか。描いてるんじゃないかなとは思うんですよね。描いてるかな。あら、俺でもそれに関しては僕も描いてるかなでいうと、僕なんか割といろいろ作りたいっていう、映像を作りたいとか絵描きたいとか漫画描きたいとか音楽を作ってみたいとかなんかいろいろあるので、なんかそれは今世でやっちゃうんだよ。今世でやっちゃうんだ。じゃあ今世で全部やっちゃう。一応でも今世で全部やるつもりではいるんですけど、おお、すごい。でもやっぱり絵は描いてるんじゃないかなっていう、その入り口にはなってそうだなっていう。来世は愛病家の猫になりたいですね。愛病家の猫。人に飼われる猫になりたいです。すごいな。まったりしたい。まったりしたいですね。それはそれで。それはそれでいい来世ですね。かもしれないですね。でもそれで絵描いてたら天才猫って。いや、すごいね、欲張りだな。肉中で絵描くみたいな。肉球アート。いやでも本当にありがとうございます。ありがとうございました。ということで謎解きクリエイターの謎が少しでも皆さんね分かったと思いますので、誰でも気軽に謎っていうのは楽しめるんだなっていうのが今のですごいよく分かったというか改めて思ったので、ぜひね概要欄からのリドラさんのチャンネルだったりとか、あと実際ここにね謎解きスタジオに遊びに来てみたりだとか、池袋にございます。それこそボードゲームとかね、謎解きゲーム買ってみたりとかいろいろできると思うので、ちょっとこれからじゃあ夏目さんちもこの界隈というか謎をいろいろ触れてみたいと思ったので、いやちょっと絶対やっちゃいますね、私。ぜひ。デスゲームの際は開催される際はデスされに参りますので、デスされ側でぜひ招待状お送りします、夏目さんちに。よろしくお願いします。ということで本日スペシャルゲスト松丸亮吾さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。